Don't know the time I'm letting go. I wanna find someone to love. I feel alive. I think you know we're getting down, we're getting low. Low, 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 low. We're getting down, we're getting low. Low, 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 low. We're getting down, we're getting low. Don't know. はい、ここまでです。気になる方はぜひ最後までご視聴お願いします。今回は皆さんが想像した写真を 3D モデルに変換させてイケてる動画にする方を紹介します。なんで今回ポケモンを 3D 化にしたのか、このアカウントを見てください。3D ポケモン動画を8本載せただけで38万のフォロワーを増やしてます。しかもこの動画はほぼ1億再生されてます。これやばくないですか？他の方のアカウント見ても余裕で100万再生は超えてました。インスタグラムを見たら 3D ポケモンは安定的に100万再生を超えてました。ポケモンってやっぱ世界的に有名だなって改めて思いました。でも 3D って難しそうだし、私には無理っていう声が聞こえます。安心してください。今回はトリポ AI っていうツールで写真を簡単に 3D モデルに変換させる方を紹介します。今回の動画を見れば無料で簡単にこういった動画を作れるようになりますので、ぜひ最後までご視聴お願いします。まずミッドジャーニーでぶっ飛んだ写真を作ります。作った写真をトリポ AI で 3D モデルに変換させます。ミクサモでそのモデルに動きをつけて、最後アンリアルエンジンで背景を作って編集を行います。実写化されたピカチュウを作るためにプロンプトにはリアルワールドを追加して、私にはない筋肉もあってほしかったのでボディビルディング、向上された筋肉質、シックスパック、バルクアップといったワードを書き加えました。最後には全身が映る、正面を向く、中央に配置といったプロンプトを書いて背景は白にしました。ここで一番重要なのはホワイトバックグラウンドです。このプロンプトをコピーしてミッドジャーニーに移ります。スラッシュイメージを選択してさっきのプロンプトを貼り付けて送ってあげます。ここで写真を選ぶ基準は筋肉も大事なんですけど、両手が体にくっついてないのが最も大事になってきます。4番目が気に入ったので4をクリックします。ウェブを押してダウンロードのアイコンをクリック。次は Google にトリポ AI と検索します。一番最初のページをクリック。トリポ AI は 3D モデルをプロンプトで作ることもできます。試しにここにムキムキのピカチュウを作ってみます。ムキムキのピカチュウはたくさん出てくるんですけど、ミッドジャーニーで生成した写真と比べるとまだミッドジャーニーの方がパンチが強いので、今回はミッドジャーニーの写真でモデルを作っていきたいと思います。下にある写真のアイコンをクリックします。先ほど生成した写真を添付します。クリエイトをクリック。モデルが出たら右上にある矢印をクリックします。ピカチュウを回しながらチェックします。尻尾が焼けてるのはいいんですけど、下に落ちてるのが気になるので別の写真でもう一回試したいと思います。やり直したい時は右上の×ボタンをクリック。もう一回×ボタンをクリックして別のピカチュウの写真を載せてあげます。さっきのピカチュウよりムキムキだし、尻尾はまだ変ですけど形としては問題ないのでこのままいきます。右側にあるオートリギングをクリックするとこのサイト内で4つのアニメーションを作ることができます。まず歩くアニメーションですね。2つ目は走るアニメーションです。3つ目はダイブするアニメーションです。今回はダンスする動きを追加したいのでこのサイトではモデリングだけします。たまにこういうエラーも出るのでこういう場合はやり直すと治ります。アニメーションは何もつけないままカスタムのところに入って範囲に設定します。フォーマットは JLB から FBX に変えましょう。2つの設定が終わったら下にあるダウンロードをクリック。本来ならこの作業は CC ブレンダーっていうソフトで行うんですけど AI ツールのおかげでこういう風に一瞬でできちゃうんです。じゃなかったらこの作業ってめちゃくちゃ時間かかるししんどい大変な作業なんです。次は mixamo.com に入ります。ブラウズアニメーターをクリックします。右側にあるアップロードキャラクターをクリックします。ここに先ほどダウンロードしたファイルを読み込みます。読み込まれたら下にある横矢印をクリックして問題ないか確認します。ちょっと焦げましたね。右下にある NEXT をクリックします。左側にある円を使って各パートを指定してあげます。
青色は顎、緑色は手首、黄色は肘、オレンジは膝、ピンクはここ。次は右下にある NEXT をクリックします。左側にあるカメラのアイコンをクリックしてピカチュウが問題なく生成されたかを確認します。アニメーションをつけてからこういう風に体が変形した場合は生成した写真が手と体がくっついてるからなんです。なのでミッドジャーニーで写真を生成する際はここを気をつけるようにしましょう。不自然なところがないので NEXT をクリックします。検索欄のところをクリックするとカテゴリーが出てきます。下にあるダンスにチェックを入れましょう。するといろんなダンスの動きが出てくるので気に入った動きを追加します。選び終わったら右上のダウンロードのボタンをクリックするとこういう画面が出るんですけど、特に何もいじらなくて大丈夫です。続いてダウンロードをクリック。背景を作るために Unreal Engine というソフトをダウンロードします。このソフトはゲームを作るために作られた編集ソフトなんですけど、クオリティ高い無料の背景素材がたくさんあるので、このソフトを使って編集を行います。まず Unreal Engine と Google で検索します。一番初めに出てくるサイトをクリックします。Unreal 入手を選択します。ランチャーをダウンロードするボタンをクリックしましょう。ダウンロードされたソフトを開くと Epic Games というものが出てきます。上から3番目にある Unreal Engine をクリックして右上にあるインストールをクリックするとダウンロードができます。私はすでにダウンロード済みなので起動になってます。Unreal Engine をダウンロードしたらマーケットプレイスに入って背景をダウンロードしに行きます。カタログのところから背景を探してクリックしましょう。無料でダウンロードできる背景がたくさんあります。今回は3つ目の背景をダウンロードします。ライブラリの方に入ると下に先ほどダウンロードしたファイルがあるのでプロジェクト作成をクリックします。保存先を忘れないようにちゃんと設定しましょう。先ほど保存したところからプロジェクトファイルを開きます。これでやっと編集できる準備が終わりました。編集ソフトを開くとこういう風に真っ暗な状態で始まります。コントロールもしくはコマンドを押しながらスペースを押すとファイルの管理画面が出てきます。先ほどダウンロードしたファイルを開きます。ネオンシティのフォルダをクリックします。レベルのフォルダに入ってマップ1っていう素材をドラッグ&ドロップして外に出します。するとこういったバーチャル空間が出てきます。めちゃくちゃ楽しそうなんですけど、実は慣れるまでにはこの操作にかなり苦労すると思います。今からその簡単な操作法について話していきます。マウスの右クリックを押したまま動かすと左右上下で見ることができます。マウスのフィールを上に転がすと前に進みます。下に回すと後ろに行きます。フィールを押したまま上にドラッグすると空に向かって上がります。下にドラッグすると地面に潜れます。そしてホイールを押したまま左右に動かすと水平方向で左右に移動できます。次はポケモンのモデルを読み込みます。空いているところを右クリックして一番上のインポートをクリックします。ミキサモサイトでアニメーションをつけた FBX ファイルを読み込みます。するとこういう窓が出るんですが、インポートアニメーションにチェックを入れてインポートをクリックします。いっぱい出てきた。一番左側にあるピカチュウをドラッグ&ドロップします。遠い向こう側にちっちゃいピカチュウが立っているのでこれを地面から出してあげましょう。右上にある4つ目のアイコンをクリックしてサイズを大きくしてあげます。体の方向を前に向かせたいので3つ目のツールに切り替えて右側に回転させます。再度2つ目のツールに切り替えて上に持ち上げます。次はシーケンスを作るために右クリックしてシネマティクスにあるレベルシーケンスのところをクリックしてあげましょう。フォルダにできた新しいアイコンをダブルクリックしてシーケンスを開きます。先ほど調整したピカチュウのアクターをこちらのシーケンスにドラッグ&ドロップして読み込みます。下にあるアニメーションの横にあるプラスアイコンをクリックしてアニメーションを選択します。するとまだ位置が変わるんですよね、これが。なのでもう一回さっきと同じやり方で位置と方向を調整してあげます。これでやっとそれらしい動画が出来上がりました。イケてる動画を作るためにはまだまだ物足りない気がするので他のポケモンのキャラクターも同じやり方で配置していきます。次は照明をつけていきます。右側にあるマップのところをクリックして右クリック、編集を選択します。照明のアイコンをクリックして右下にある色を選択して
そのキャラクターに合う色を選択してあげましょう。写真から 3D モデルに変換された時にキャラクターの色が薄くなっているので、照明の色でキャラクターのカラーを補完していきます。あとは雰囲気作りですね。この動画で一番時間がかかったところはライチュウを100個以上作る作業でした。単純にコピーして後ろにずらす作業なんですけど、編集作業が終わる頃に簡単にできる方を見つけたので皆さんに紹介します。シフトを押しながら複数のライチュウを選択します。コマンド D でコピーします。もう一回さっきと同じ画像を選択して同じ方向にずらすだけです。簡単でしょ。ここまで作るつもりはなかったんですけど、簡単にコピペできる方を知ってから楽しくて止まらなかったです。可愛いですよね。次はカメラの動きを作ります。シネマティックからシネマアクターを選択。カメラアクターをタイムラインにドラッグ&ドロップします。カメラの下にある位置と回転のキーフレームを打ちながらカメラの動きをつけていきます。この操作の仕方を説明しようとするとあと30分はかかりそうなので、この動画では省略しますね。3D の編集に慣れてる方だと問題ないですけど、初めて触る方は慣れるのにちょっと時間はかかるかもしれません。今回紹介したやり方でやってみたけど変なところでつまずいて進まないとか、もしくはカメラの動きを後で流す動画のように再現したい方は概要欄にある URL から私を予約してください。オンラインで教えます。最後、書き出す方法です。シーケンスの上にあるカッチンコアイコンをクリックします。動画シーケンス ABI の項目を設定します。下にある Use コンプレッサのところにチェックを入れて数字はそのままにします。最後、書き出すところを設定して Movie Capture をクリックします。するとこういった画面が出てくるんですけど、選択内容保存をクリックすると書き出してくれます。以上 RKJ ビデオのりょうでした。今回も長い動画ご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。Don't know the time I'm letting go. I wanna find someone to love. I feel